ーズの、稲葉講師です。手を繋いだら、行ってみよう。ゲスト軍がいる、フォン・ブラウン氏の、丘にさあ、長い間、アクシズ軍で、プレイして、きましたが、これで、彼らとも、最後となり申した。ここでは、エンディングみたいなものを、作成し、これまでの戦闘を、ダイジェストで、振り返りつつ、最終話時点での、アクシズ軍パイロットたちの、パラメータを、一気に、上げてみようかなと、思って、おりまするぜ。やっぱ、こうしてみると、アクシズ軍ユニットの、ハイスペックさが、よくわかるね。エリート兵君の、命中率が、500、超えちゃってるんだもの。ラゾームも、しかり、結局、最後まで、ゴットンは、そこそこの活躍は、できましたもんね。それに、ゴットンの脱力、イリアちゃんの挑発、アリアス君の、補給、プルトプル2の、幸運と、必要な、精神コマンドも、揃っておりましたしな。無事に、キャラさんにも、強化人間スキルを、付与することができ、マシュマーと、漱石を、成してくれました。マップ兵器も、ハイパーメガ粒子砲と、ハイメガキャノンを有し、終盤には、キュベレイと、キュベレイマーク2にも、ファンネルの、マップ兵器が、追加され、十分すぎる、攻撃力で、戦えましたぜ。ラカン君も、自らの、オールドタイプを、補うかのように、精神コマンドの、集中を、覚えてくれたので、当初の予定では、ゴットン同様、やっぱ、オールドタイプは、終盤では、活躍できないだろうなと、過小評価を、下してしまって、おりましたが、ドーベンウルフの、ハイスペックさにも、助けられ、最後まで、主力として、活躍して、くれましたぜ。嬉しい限りじゃ。プルは、専用機が、キュベレイマーク2、2号機しかなく、弱点の HP が、常に、足を引っ張りましたが、他のユニットに、アーマー系の、強化パーツを、装備させる必要が、あまり、なかったので、キュベレイマーク2には、常に、超合金ニュー Z と、超合金 Z を、装備させ、その弱点を、補っておりました。おかげで、それほど、撃墜されたという、覚えが、あまり、ありませんぜ、旦那。その上、スペックも、それほど高くない、ユニット。だったにもかかわらず、頭打ちの、限界反応を、ものともせず、とどめを刺す役目を、数々、こなしてくれましたぜ。今回の、アクシズ軍、小生の中での、主役は、もちろん、ハマーン様ですが、裏の主役、とでも、言えるのは、やっぱ、プル2でしたなぁ。あまりにも、その、登場ユニットが、魅力的、でしたぜ。あえて、登場も、プルと一緒には、せず、遅らせたのですが、それでも、その存在感は、十分すぎる、ほどでした。また、リターンズの時に、本格的に、使いたいので、少しの間しか、使わなかった、サイコガンダムマーク2、でしたが、すごく、使ってて、楽しかったですわいな。プル2の、キャラとの相性が、バッチリだったと、思う、素敵なユニットでした。劇中とは、また違う、活躍を、させることが、でき、大満足でした。存在感は、少し、薄くなって、しまいましたが、キュベレイマーク2、3号機に、乗り換え、最後の、分岐手前まで、キュベレイ3機体制、だったことも、面白かったですぜ。量産型版は、前半戦で、ずっと、ずさに、登場させていた、アリアスを、ようやく、完結編で、その専用機に、乗せることが、でき、それまで、パッとしなかった彼を、その、ハイスペックの機体で、主戦力に、
押し上げてくれたのを、覚えておりまする。完結編の、前半では、めちゃんこ強かったぜ。さすがに、終盤では、キュベレイマー2、同様に、HP の低さが、あだとなり、活躍の場が、減ったように、思いますが、それでも十分、戦うことは、できました。満足満足。ガザシー君も、最初は、ハマーン様に、ご登場、いただき、大活躍を、見せてくれました。フロンティア4戦では、シーブック、セシリー、両名との、激戦を、ギリギリで制したことが、とても、印象に残って、おりますぜ。サダラーンは、序盤では、ハマーン様の、指揮のもと、大活躍を、見せてくれました。マジで、サダラーン見なかったら、マップクリア、できてなかったところが、何度か、ありました。終盤では、諸事情があり、ほとんど、出撃できず、終わって、しまいましたが、致し方なし。ミネバ秘伝家を、危険な目に、合わせずに、済みましたゆえ、影武者サダラーンで、よかったのじゃよ。ラクスリー君は、当初、ラカン君登場で、大活躍でした。劇中では、わずかしか、登場しないので、なんとか、我がアクシズ軍で、活躍させたいと、思ってましたよ。結果、最終マップでも、最後まで、生き残り、ましたしね。マシュマーさんも、ある意味、小生の中では、主役の、一人でしたな。1話から、大活躍で、ガルス J、ハンマと、乗り継ぎ、前半戦の難局を、幾度も、切り抜けて、くれましたぜ。最終登場期の、ザクスリー会は、正直、もっと、活躍させて、やりたかったですが、いかんせん。使い勝手の悪い、ハイドボンブに、攻撃力も、弾数も、ザクスリーより、劣るという、ビーム砲という、装備なので、もち、活躍は、いたしましたが、周りのメンツが、それ以上に、豪華だったので、少し、影の薄い、存在になってしまいましたな。そういう変遷具合も楽しみ方の一つだと思っておりまする。そうそう、一番地味な存在のゴットン君は、エンドラから始まり、お下がりガルス J、ガザ D、ガゾームと一番の理解をしてきたパイロットでしたな。劇中では、やられ役の彼でしたが、我がアクシズ軍で活躍させることができてよかったぜよ。イリアちゃんは、ルレミー君がいなかったので、当初、その空いてる場に登場させ、活躍させておりましたが、不思議なもんで、途中からは、もう、イリアちゃんの専用機のような気がしておりましたぜ。さすがに、リゲルグの代用として、ゲルググエーガーを使用いたしましたが、バウからグレードダウンしたことは否めず、武器の種類もビームマシンガンだけという、お粗末なものでしたが、その真骨頂は、挑発でのボスらの格乱にあったので、彼女なくしては、これほど有利に戦いを進められなかったと思っておりまする。ジャムルピン君は劇中での謎の活躍しか印象がなかったユニットでしたが、その奇抜な見た目も武器のレパートリーも他のユニットと全く被らないという面白さが斬新でした。敵型としても片方のルートの最後のマップの途中からしか登場しないという存在の薄さだったので、我がアクシズ軍で活躍させることができて満足ですぜ。超弁ウルフは武器が豊富なので使うのが大変楽しみな機体の一つでした。もっと早くから
使ってみたいという思いがありましたが、新型機投入スケジュールもあり、それは叶いませんでしたが、ハイスペックマシンなので、中盤で投入すれば強すぎて逆に面白くなかったと思ってるので、結果オーライですじゃ。正直言えば、もっともっと武器を駆使して戦ってみたかったぜ。キャラ姉さんはこの中で一番苦労させられましたな。当初は声なしのままだが、致し方なしとそのまま使用いたしましたが、結果ほぼアムロ状態になってしまい、打開策の AI キャラさんに進化させました。しかし途中でこのままではマザーファンネルを使用できないじゃんかと気づき、試行錯誤の末、ジェリルキャラさんへとさらに進化させるという紆余曲折がありました。そのおかげで中盤ではずっと R ジャジャのままで何度も撃墜され活躍の場を失っていたキャラさんでしたが、ゲイマルクに乗り換えた途端、今までの脇役感が嘘のように主役の座に躍り出ましたよね。もち強化人間スキルを付与できましたので、マザーファンネルは使えるようになりましたが、それ以上にハイパーメガ有志砲が炸裂いたし、バッタバッタと敵をなぎ倒してくれましたぜ。ドーベンウルフ同様、武器の数が豊富だったので、欲を言えばもっともっと武器を駆使して戦いたかったぜよ。ハマーン様は前半は全てサダラーンで戦っていただき、完結編頭からガザシーでようやく出撃という運びにして、ほとほと活躍させないようにしてきましたが、それでも彼女の能力が他を圧倒してしまっておりましたので、普通に活躍しておりましたな。完結編の中盤でようやく主役のキュベレイにご登場されましたが、それからは圧倒的な強さで正直萎えました。少ししてから思いつきキュベレイの HP と走行を思い切って半分にしたところ、まあダメージを食らうようになったので本当に良かったです。小生はただただ最強とか嫌いなもので、ジュドーラガンダムチームとやった最終決戦の時には危うく撃墜寸前のところまで追い込まれたりもしましたが、なんとか勝ちきれたのが印象的でしたわいな。一応付与したのがジュドーとプル2問題でして、奴らを同じフィールドに立たせるのはなんか違うなぁと思い、2組にすれ違わせ一度も相まみえておりませんぜ今回。そのプル2が乗った最終登場機のクイーンマンサは言うまでもなく最強のユニットでした。キュベレイと同様に HP だけ半分にして弱体化を図り、強くありすぎないようにいたしましたが、それでも圧巻の安定度でしたな。一度はギリギリまで追い込んできたデブには拍手を送りたいぜよ。そして終盤には全てのズサ君がお払い箱となり申したが、序盤での彼らのやられっぷりも今となってはとても懐かしい気持ちになりまするぜ。というわけで駆け足で回想いたしてきましたが、第1弾にアクシズ軍を選んでほんと楽しかったですぜ。彼らの
地球圏制覇を、この手で、代わりに、成し遂げたような気分になれましたわいな。さあ、そんなこんなで、次回からは、アクシズ軍に変わりまして、オズ軍を、スパロボ F 世界で発足いたしまして、スーパーオズ対戦 F と題しまして、新たにプレイしていく所存でござりまするぜ。ユニットはハイスペックなものもあり、アクシズ軍から比べて、ぐんと一気にトーンダウンしてしまうようなことはないとは予想されますが、いかんせん。アフターコロニー世界では、ニュータイプという概念が存在いたしませぬので、パイロットは幾分見劣りするものになると思われまする。かつ、ゴットンやミオサスガのような、いい意味でふざけた野郎が存在いたしませぬので、いや、敵方に強がおったな。言うても、自分にはおりませぬので、脱力の持ち主には出会えないだろうと予想されまする。なので、アクシズ軍よりかは厳しい戦いを強いられるのは必死だと思われますぜ。ですが、オズ軍の地球圏統一を目指し、新たにチャレンジしていこうと思っておりまするので、こうご期待ですじゃ。それでは、次回は、スーパーオズ対戦 F の第1話、立ち込める暗雲マップで、再びお目にかかりましょう。ハバナイスデイ。